球の皆さんこんにちは、月くんと申します。このチャンネルが過去にドヤ顔で投稿した歴代1話怪獣最強ランキングと2話怪獣最強ランキングという動画、まだ見てない方はぜひというか絶対に確実に 100% がっつりべっちょり先に見てほしいんですけど、その動画はウルトラマントリガーまでの第1、2話怪獣が対象だったんですよ。そこからデッカー、ブレイザー、アークとシリーズが続いたので、それらの作品の1、2話怪獣が考察対象だったらランキングに入れるかどうか、そのあたりをぐだぐだ喋っていきたいと思います。はい、ということでまだ1、2話怪獣ランキング見ていなかった方、見てくださったでしょうか。お、78回見た。なるほど。ありがとうございます。それではランキング更新なるかどうかなんですけど、正直ランキング動画に限らず就職したい防衛チームの動画とかもそうなんですけど、新規のシリーズが 4,5 年蓄積されたら更新する予定ではいます。ですので1、2話怪獣ランキングの動画もいつかはしっかりと更新すると思うので、今回は軽くもしランキングに入るなら順位はこの辺りかなというのをやっていきます。まずは第1話怪獣で暫定のランクイン怪獣たちと比べて考えていこうと思います。はい、ではまずデッカーの1話怪獣、聖教融合獣スフィアザウルス。この怪獣は個人的にかなり好きな怪獣で、歴代の1話怪獣の中でも決して弱くない怪獣ですよね。デッカーの怪獣ランキングのコメント欄でもちらほらこの怪獣についてのコメントもあったくらいなので注目なんですが、まあランクインは厳しいのかなといった感じですね。このスフィアザウルスは1話以外にも登場していて、その時のスペックならもちろんランクインの可能性もあったんでしょうけど、1話怪獣ランキングと言っているくらいなので当然1話登場時の強さでの判断なのでなかなか厳しいかなといった感じですね。パワーはそこそこあるんですけど、スピードも耐久もそれほどでもなくて、周りにドヤ顔で連れ回しているスフィアたちも敵を取り込もうとしたりせずにシンプル飛び道具として使っていて、特にこれといった動きは見せていないんですよね。その結果タイプチェンジも使っていない1話時点でのデッカーがさほど苦戦もせずに倒せてしまっていますからね。個人的に好きな怪獣だったので残念です。次にブレイザーの1話怪獣、宇宙広角怪獣バザンガ。バザンガもブレイザーの1話が放送された時に他の動画のコメント欄で1話怪獣ランキング入るんじゃないっすかみたいなコメントをいくつかいただいた怪獣ですね。そういったコメントめちゃめちゃ嬉しいです。いつもありがとうみんな。ブレイザーの1話はかなり特殊で怪獣映画のようなリアルな視点で描かれていたのもあって、普段より怪獣の怖さみたいなのが強調されていましたよね。ただそれを度外視してもバザンガはかなり強い部類の1話怪獣だったと思います。ブレイザーって新形態がどんどん追加されていくウルトラマンではないので、他のニュージェネより1話時点と最終話時点での強さの幅が小さいウルトラマンだと思うんですよね。そのブレイザーを一時肉弾戦で結構追い込んでいるので相当強い怪獣であることが分かります。起爆するタイミングを任意で選べるっぽい特殊な砲弾を乱射したり、そこそこ固めの体に先ほど説明したような殴り合い性能、強いということでバザンガはおそらくランクインできるでしょう。何位くらいになるかなんですけど、下位 3,4 匹は正直団子状態なので10位から8位あたりのどこかですかね。来年か2年後か50年後か分かりませんけど更新をお楽しみに。はい、続いてはアークの1話怪獣、鎧広角怪獣シャゴン。今気づいたんですけど2年連続広角怪獣なんですね。この怪獣はついこの前の登場で皆さんも記憶に新しいと思うんですけど、シャゴンも結構強い寄りの怪獣でしたよね。近距離、中距離、遠距離全てで攻撃手段があって、アークとかなり激しめの戦闘を繰り広げていましたね。ランクインしますと声高らかに叫び散らしたいところなんですけど、物語を最後まで見て大体の1話時点でのアークの強さが確定しないと何とも言えないのと、今のところバザンガのちょい下かなと思っているので、この超絶団子ゾーンを抜けれるのかまだ微妙なところかなと思っています。なので今回はどちらとも言えない三角ということにしときます。はい、ここから2話怪獣に入ります。2話怪獣のランキング出しておきますね。ここに入れるかどうか考えていきます。まずはデッカーの2話怪獣、破壊暴竜デスドラゴン。初登場はトリガーで、続編であるデッカーにも登場ということで、トリガー&デッカー宇宙を代表する怪獣ですね。このデスドラゴなんですけど、結構デッカーは苦戦を強いられてミクラスに助けてもらったりしないといけないほどでした。
カラータイマーも早い段階で点滅して押されてはいたんですけど、ランキングに入るかはシャゴンと同じく可能性あり程度に留めておきます。その理由は思い出してほしいんですけど、この時のデッカーは足を痛めていて明らかに本調子ではない感じなんですよね。それがどう響くのか、ちょっと一考の余地ありということで、強いのはまあ多分間違いないんですけど、ランクインの可能性ありということにしておきます。はい、次はブレイザーの庭怪獣深海怪獣ゲードス。はい、無理です。入れません。ゲードスは結構好きな部類の怪獣なんですけど、強いかって言われたらちょっとっていう感じですよね。敵前逃亡してブレイザーにネタ全開の倒され方をした上に、さらにカラータイマー点滅すらさせられてないですからね。さすがにこれでランクインは厳しいので、今回はごめんなさいということで。まあゲードスくんが可愛いのでいいでしょう。はい、最後はアークの庭怪獣古代怪獣リオド。つい最近なので記憶に新しいですけど、リオド強かったですよね。シンプルに高い格闘能力、燃える泥攻撃、高い耐久力、2話にしてアークアイソードを破った電流っぽいのが流れている角など、寝起きとは思えないかなり高い総合力でしたね。さっきの1話怪獣のシャゴンの時にアークのこれからを見てみないとアークの1話時点での強さがはっきりしない部分もあるのでという話はしたんですけど、このリオドはよっぽどのことがない限りはランキングに入ってくるのではないかと思います。それぐらい強かったですね。順位はそうですね、ザム星人、バードン X 個体、ギコギラあたりと順位を争う感じになるのではないかと今のところ思っています。まあシャゴンといいリオドといい、アークの物語の構成上1話怪獣と2話怪獣がこいつらという扱いでいいのかというのも根本あるんですけどね。宇宙獣モノゲロスが1話怪獣なのではという気もしなくもないんですけど、そこはまあ放送順でいいかなと今のところは思っています。その辺も含めて皆さんのご意見もお聞かせくださいませ。ということで1話怪獣2話怪獣最強ランキング、もし今更新するならという動画でした。実際に更新するときは元々のランキングから変わっている可能性も微粒子レベルで存在するので、いろいろとお楽しみに。ご視聴感謝です。さよなら。